皆さんは韓国柚子茶が好きですか？一般的なジャムの瓶よりももっと大きなサイズの瓶に入っていて、よく冬にお湯に溶かして飲んだりするものです。でもお湯で割るだけだと容量も多いので、どうしても冬が終わる頃にも冷蔵庫に残ったりしてませんか？私はこの柚子の風味が大好きなので、いろいろとお湯に溶かして飲む以外にもちょこちょこ使っています。今回は私の日頃の使い方を少しご紹介したいと思います。この容量が比較的大きなサイズで売られている韓国の柚子茶ですが、中の状態はほぼジャムみたいですね。ここでちょっと韓国柚子茶の特徴を日本のものと比較してみたいと思います。一般的な区別ではありますが、韓国のものは果実を丸ごと皮も含めて使っていて、蜂蜜や砂糖に漬け込んで発酵させているので、かなりしっかりとした濃厚な甘みとジャムのようなずっしり感が特徴です。一方、日本のものは韓国柚子茶と比べるともっとあっさりした味わいで、作り方も果汁や果肉を主な材料としています。そしてやっぱり私としては、せっかく美味しく食べるものなので健康面でも気になりますが、韓国柚子茶はレモンの3倍のビタミン C を含んでいて、こういった点でも冬に向けて買っておきたくなる食品なのかもしれないなと感じます。さて、栄養面でも風邪予防や疲労回復に良い韓国柚子茶ですが、とにかく美味しく消費するのが一番ですよね。そこで私なりの日頃の使い方をご紹介させていただきたいと思います。まずご覧のように、酒粕と柚子茶の組み合わせはかなりお手軽で美味しい飲み方かと思います。米麹の甘酒だけでなく、酒粕で作る甘酒も好きなのですが、普通甘酒を作るときはすりおろし生姜を入れたり、砂糖や隠し味程度に、お塩を入れたりするかと思います。でも韓国柚子茶があれば、柚子そのものの複雑な味があるので、生姜も砂糖も塩も必要なくて、ただ水から酒粕と柚子茶を溶かしながら温めるだけで出来上がりです。次は和風のお肉と野菜の炒め物の味付けに柚子茶を入れるレシピです。まず炒め始める前に味付けの準備をしておきます。分量はお好みで調整できるように、参考程度に見ていただけると良いかなと思います。お醤油を約大さじ3に日本酒を大さじ 1.5、 そして柚子茶をスープスプーンでこんもり1杯分くらいを入れてよく混ぜます。そして映像では切れていますが、顆粒だしの素を小さじ1杯くらいも合わせて混ぜておきます。別に水溶き片栗粉を、小さじ1杯分の片栗粉と同量の水で作っておきます。材料は豚肉細切れ約 200g、 舞茸1パック、人参1本、玉ねぎ1個、セロリの茎の部分を1本分使いました。まず豚肉の細切れを炒めます。細切れと書いて売られていても、場合によってはすごく大きな一切れになっている場合もあるので、簡単にさらに細かく切っておくと良いかもしれませんね。それを熱して油を入れたフライパンで焼いていきます。お肉をほぐしながら少し気長に炒めて、色が変わり始めるまで炒め続けてください。だいたいお肉の色が変わったら、人参、玉ねぎ、セロリをそれぞれ同じような薄切りにしたものを加えます。感覚的にはこの分量でお肉より野菜の存在感が多いくらいになります。炒め続けて油が全体に回ってきたら、蓋をして火の通りを早くします。舞茸も入れます。全体を混ぜたら塩と胡椒をして軽く味をつけて混ぜながら炒め続けます。最後に合わせておいた調味料を全体にかけて炒めながら味をなじませます。これでしっかりと味がなじめばそれで終わっても良いのですが、どうしても白気が出る状態なので、水溶き片栗粉で少しだけとろみをつけて汁気がたまらないようにした方が結果的に良いかなと思います。お弁当にも向いているおかずの一つです。出来上がりました。冷めてもしっかりした和風の味付けで美味しく食べられると思います。今度は韓国柚子茶とお魚のコンビネーションですね。サバの味噌煮に柚子茶を加えるアレンジです。
まずお鍋に水を 100cc、 日本酒 100cc、 お醤油大さじ1、すりおろし生姜1かけ分、味噌大さじ1を入れて沸騰させながら混ぜます。そこに韓国柚子茶をスープスプーン1杯分かもう少し入れて溶かします。そこにあらかじめ熱湯を流しかけて皮の部分に少し切れ目を包丁で入れておいたサバを皮を上にして鍋に入れます。再びつゆが沸いてきたら少しスプーンで上に汁をかけて鍋の空いているところに4センチくらいに切っておいた長ネギ1本分を入れます。そしてクッキングシートなどで作っておいた落とし蓋をしてから蓋をします。約10分煮てから蓋を外し、スプーンでしばらく魚に汁をかけながら様子を見ます。こうしてサバの味噌煮の柚子風味ができました。これもなかなかおすすめの食べ方です。最後はとってもお手軽なカブの和え物です。中くらいの大きさのカブ3つの皮を剥き、半分に切ってから厚さ 2,3 ミリに切ります。そのまま和えると水気が出てきてしまうので、あらかじめ塩を少し振っておき、手でなじませて水気を出させます。私はカブが好きなのでカブで作りますが、大根でも良いかと思います。こうやってしばらく手で揉んで塩となじませてから少し時間を置きます。これもお好みの分量ですが、ざっとお塩、マスタードそれぞれ小さじ1、韓国柚子茶をスープスプーンで1杯くらい、そしてさっぱりとさせるためにリンゴ酢も軽く大さじ1杯くらい、それからオリーブオイルも同じくらいの量を加えます。あとは胡椒を振って、これでドレッシングができるので混ぜておきます。しばらく置いておいたカブの水気を手で絞りながらボウルに移し、その中に合わせておいたドレッシングを入れて混ぜ合わせ、ちょっとパセリも振って出来上がりです。こんな感じで爽やかな見た目の一品になりました。柚子風味のカブのサラダのような出来上がりになります。以上、いくつか我が家の韓国柚子茶の使い方をご紹介しましたが、冬定番の存在の韓国柚子茶もいろいろなアレンジで大活躍できますね。これなら一年中美味しく、冷蔵庫の中で眠ったままにならずに食べられそうですよね。ご参考になれたら嬉しいです。今回も最後まで見ていただきありがとうございました。